瞑想することが周囲に影響してるんです。信じられませんよね。今日はその話をします。こんにちは。全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正也です。ご視聴ありがとうございます。超越瞑想はインドで5000年以上前から伝えられている伝統的な瞑想法です。今日は結論から先に言いますと、人口の 1% の人が瞑想を行うと社会が平和になります。ちなみに日本の人口は1億2000万人ぐらいですので、その 1% は1200万人です。それなので1200万人が瞑想すれば、とりあえず日本は平和です。さて、ここに研究データがあります。これですね。これは似たような都市を選んで、その地域の人たちの人口の 1% の人たちが超越瞑想を実践するとどうなるかということを調べた研究です。これで見ますと、11の都市で比較した結果は明らかに犯罪が減少しているということがわかります。平均では 8.8% で、最大ではロッキーマウントという都市が 20.2% も減少しています。ここは現在は人口が5万人ぐらいの都市のようです。実際私はこういう話を最初に聞いた時には信じられませんでした。それはそうですよね。今までそういうことは想像もしていませんでした。ただその時には本当だったらいいなぁとは思いました。あなたはいかがでしょうか？私は最初はこのように考えました。超越瞑想を行うことで心が穏やかになって満たされた気分になれば、その人は犯罪を犯さなくなりそうです。そしてそういう人が増えれば、生活をしていても優しい人が増えて犯罪も減るのかなという感じです。なぜ犯罪が減るのか。それについては人々の脳波が互いに影響があるという話もあります。脳波の影響は共感的共鳴とか心理共感といった用語でも知られています。例えばミラー神経の研究では、ある人が他人の行動や感情を観察するときに、自分自身の脳内で同様のパターンを活性化させるとも言われています。用語が難しいですね。要するに、誰かが何かをやっているのを見ると、自分の脳の中で自分もそれをやっているような反応が見られるということです。実際の脳波は電気的な活動です。脳波を計測するには、頭にキャップと呼ばれるものを装着します。電極アレイというものもあるそうです。頭から離れたところではなくて、頭の中に流れている電気を測定することができます。それなので、例えば1メートル離れている人に脳波の影響があるかどうかっていうのは分かりません。体から離れたところというと、例えば体温の測定とか、あるいはオーラカメラというものがあるようですが、離れたところで体温を測定できるということは、あなたの存在を離れたところでも感知できるということですね。実際離れたところで誰かが何かに影響を与えているということは解明されていません。ただ達人と呼ばれる人の話を聞くと、隣の部屋に何人いるかっていうのを当てたりとか、電話が鳴ると誰からかわかるとか、不思議な現象もあります。ちなみにこの辺の話は信じさせようとしているつもりもないので、興味深く聞いていただければと思います。私は宇宙人や地底人がいてもいなくてもどっちでもいい派です。科学も信じたり信じていなかったりします。普段の生活が楽しいかどうかっていうことの方が重要です。でも本当だったら興味深いなぁとも思います。瞑想を行うことで周囲に影響を与えている原因が脳波なのか
オーラなのかよくわかりませんので、波動という言葉を使ったりしています。私たちから何かの波動が出て、それが周囲に影響を与えているという仮説です。あるいは別の考え方もあります。それは後ほど取り上げます。ただ、実際に私たちがグループで瞑想を行うと、周囲に影響を及ぼすということは、実験から事実であることが証明されています。これを最初に実証したのは、1970年代から1980年代にかけて行われた実験です。その期間中、人口の 1% が超越瞑想を実践している都市では、肯定的な傾向が優位に増大したことが観測されました。例えば、こういう研究があります。超越瞑想プログラムを学んだ住民の人数が人口の 1% に達した都市は、その次の年、条件が似ている他の都市と比較すると犯罪率が減少しています。グループで瞑想することで社会に肯定的な影響を与えることを私たちはマハリシ効果と呼んでいます。瞑想を行うと他の人たちにも影響を与えるということ。そして瞑想が社会のストレスを緩和して調和を生み出すという話は1960年に超越瞑想のテクニックを紹介したマハリシ・マヘーシヨーギによって初めて提唱されました。もう60年以上の前の話ですね。これはマハリシ先生だけがそう考えたのではなくて、昔から言われていたことだったそうです。そしてそれを研究対象にしたのがマハリシ先生です。そしてさらにこの効果は上級の TMCD プログラムが導入されるともっと大きなものになることが後で分かりました。それはどういうことかというと、人口の 1% の平方根に相当する人数だけでも社会の調和が高まり、生活の質の多様な尺度が改善する効果が観測されました。1% の平方根というのは日本の人口は、冒頭でも言いましたが、もっと正確に言うと2023年は1億2330万人です。そうすると人口の 1% というのは1233万人です。そしてその平方根は 1110.79、つまり1111人ですね。数学的には覚えやすいですね。1111です。人口の 1% が瞑想すると社会的に良い影響があるということですが、1233万人だとちょっと時間がかかりそうです。でも1111人ならなんとかなりそうです。マハリシグループでは1200人集会という名称でグループの瞑想集会を行うイベントがありますので、こちらにもぜひご参加いただければと思います。さて、グループで瞑想を行うことの影響については、今でも研究をしている方々がいらっしゃいます。現在、専門家により査読された9編の論文が公表されていて、仮説とされているこの効果を裏付けています。不思議なことが起こっているのは事実です。さて、後で取り上げますといった別の考え方について触れておきます。それは意識です。例えば私たちが湖に飛び込んだとします。そうするとぼっちゃーんと音が立って波が広がっていきます。その波っていうのは湖全体に広がっていきます。以前輪廻転生の動画でも話をしましたが、私たちは全て同じところから出てきていてつながっているという説があります。同じところというのは今の例えでは湖ですが、それはマハリシ先生の言う存在だったり、科学では統一場と呼ぶ人もいます。あるいは単に宇宙と呼ぶ人もいます。瞑想を行うことでその部分を活性化すると言われています。誰かが瞑想を行うと、そこから湖の波のように波動が広がっていきます。
私たちの意識がつながっているとすると、私が平和になることで、あなたも平和を感じるわけです。それによって犯罪を起こそうという考えがやってこなくなるということも起こるそうです。これについては全く未知の分野の話ですし、本当かどうかも確認しようがありません。ただ、瞑想を行うと周囲の人に影響を与えるということは実際に起こっています。そしてそれはバーリス先生が言われていたことで、その原理についても言及されていました。それなので、グループでの瞑想の効果っていうのは、脳波とかオーラという物質的というか肉体的なものではなくて、精神的な分野の効果なのではないかなということです。はい、今日は以上です。もし超越瞑想に興味を持たれた方は、ぜひお近くの瞑想センターで行われている無料の説明会にご参加いただければと思います。またすでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのもいいと思います。また、チャンネル登録やいいねをよろしくお願いいたします。皆様のお役に立てるように、また皆さんが楽しく過ごせることを応援していきたいと思っています。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジャイグルでーす。